はい、こんにちは、ゆきです。今回の動画では前回の秋に引き続き冬の1ヶ月コーデについて紹介していきたいと思います。今回もですね、着用しているアイテムのクレジットだったり、スタイリングの番号っていうのを画面に入れ込んでおりますので、どのスタイリングが気に入ったとか、あのアイテムかっこよかったのであれば、ぜひコメントいただけますと嬉しいです。それでは早速、やっていきましょう。はい、それでは1着目はこちら、ヘルスニットのヘンリーネックとビズビムのアイガーサンクションパンツ、そして MASU のスタジャンを合わせたスタイリングになっております。冬はね、一発目から今一番好きなスタイリングで飛ばしてみましたが、いかがでしょうか。このスタイリングっていうのは、秋のスタイリングで使用したヘルスニットとビズビム、そしてタイガ高橋のサスペンダーっていうベーススタイリングに、そのまま MASU のホワイトのスタジャンを羽織ったスタイリングになっております。ずっとオールホワイトのスタイリングに憧れはあるんですが、やっぱりあんまりうまくいかないですよね。なのでトップスが絶妙に色味の違う白白で、パンツもサイド低めのカーキで整えることで、一つのドイツ線上の色味という軸でなるべく白周辺から振れ幅なくまとめてやってみました。完全な白単色講座は難しいと思うんですが、ちょっとだけハードルを下げてあげるだけでこれぐらい難易度が下がってめちゃくちゃまとまりやすくなるのでおすすめです。で、メガネで U1 富山のクリアフレームを合わせてあげることで、顔周りもアクセントをつけながらうさんくさい抜け感をプラスしているっていう風な感じですね。非常に気に入っております。ということで1着目のスタイリングでございました。はい、続きまして2着目こちらです。ロッキーマウンテンフェザーベッドのダウンベストとバルマンのジャケットを合わせたスタイリングになっております。当時ですね、服にはまりたての頃に座学でありとあらゆる雑誌を読みまくったんですけど、そこですごく記憶に残っているスタイリングがこのテイラードジャケットとダウンベストの合わせで、さすがにその発想はなくて目から鱗で、色味もジャケットと合わせやすいって紹介されていたこのタンカラーで買ったんですよね。で、合わせるバランスによってドレスを外すのかカジュアルを外すのかがまた一つ可能性として出てくるので、このスタイリングではジャケットのみがこのスタイリング全体に対する違和感なので、カジュアルをジャケットで外してます。で、ジャケットはかなりタイトなので、手持ちの T シャツでインナーに合わせられるのが結構少なくて、ほとんど着ないんですけど、なんか面白いかもで購入したマーティンローズを合わせてます。ただ常にこのギラギラが見え続けるとちょっと下品なんで、首周りのアクセントも兼ねてストールを巻いている感じです。はい、続きまして3着目こちら。これはですね、トーガのフェイクファーコーチジャケットとヘルスニット、そしてマルジェラのダーティーウォッシュデニムを合わせてみました。面白みという意味では本当にしょうもないかもしれずですが、ここでかっこいいシンプルなアイテムを順当に合わせましたってやつですね。悔しいですけど、こういうのが一番評価されるんですから。ただ若干要素はぶつけていて、このマルジェラの汚いデニムとトーガの高級感あるフェイクファーでスタイリングの清潔感を上下に振って振れ幅を出していて、でインナーもヘルスニットなので割と着ているアイテムだけで見るとワーク目なんですよ。ただ一番目に入るところに服の色味など全て拾いつつ質感が素晴らしいロエベのマフラーを合わせることで、最終的にはそっち側の人間ですよってね主張するみたいな、そんな感じでございますね。これちょっと巻く順番ミスって肩周りがかなり詰まったみたいな着方になっちゃっていたのはミスなんですけど、全体的にいい塩梅で色味も方向性も決まっているんじゃないかなと思います。そんなところでトーガのフェイクファーコーチジャケットを使った3スタイリング目でございました。はい、続きまして4着目こちらはダブレットのバサルトヤンミリタリーブルゾンとラングラーのランチャードレスジーンズ、そして MASU のポップコーンスウェットを合わせたスタイリングになっております。このダブレットはですね、背中にドカーンとバサルトストーンって書いてるんですけど、玄武岩の繊維が使われたものすごい輝きを放つアイテムでして、単体としてめちゃくちゃかっこいいんですけど、合わせるアイテムがとてつもなく難しい単体のブルゾンですね。でそれを僕がインナー界の傑作と呼んでおります MASU のポップコーンスウェットでうまいことインナーの丈感を調整することで華麗にトップスにはめ込みまして、でパンツはシンプルに綺麗なランチャードレスです。普通のスラックスももちろんかっこいいんですけど、ランチャーは質感や歴史含めてちょっとカーボーイ感があるので、このブルゾンから漂う土臭さみたいなところともハモってくれる気がするんですよね。でこれもすみません、2スタイリング連続で恐縮ですが、ロイベのマフラー巻いております。これ本当にね、一気に華やかに色味をさせるし、質感もいいし、スタイリングが整うんですよね。はい、そんなところで4着目のスタイリングでございました。はい、続きまして5着目こちらです。
これはダブレットのハンドペインティドファージャケットとヒールテック、そして大陸のスタップレを合わせたスタイリングになっております。このシベリアンハスキーが描かれたファージャケットなんですけど、もうめちゃくちゃお気に入りの一着でして、ただね、これも先ほどと同じく単体でかっこよすぎる分、スタイリングの幅的には結構狭くて難しいアイテムなんですよね。なので今回はその幅の中で考えられる一番ストリートっぽい着こなしで考えてみました。イメージ的にはヒップホップクルーの技ありおしゃれ枠みたいな感じで、同じダブレットのヒールテックをトップスのワンポイントに配置しつつ、下にはね大陸の紫のスタプレを合わせることでちょっと毒々しい色味でまとめてみております。そして悪っぽさを表現するのに雄一富山のメガネがいい具合にはまってくれるんですね。でこのメガネも本当にかっこいいので、また個別で紹介したいですね。でちなみに大陸の岡本大陸さんの師匠的存在がダブレットの猪野さんなので、師弟関係でもスタイリングをつないでいるっていうような感じです。でさらに言うとダブレットの猪野さんの師匠が三原康弘さんなので、スニーカーは三原のブレーキーとか合わせたいなと思っております。はい、続きまして6着目こちらになります。これはカラーのダンボールニットブルゾンと八重香のチノパン、そして堺のニットを合わせてみました。やっぱりカラーのこの素材感最高ですよね。服の質感ってむしろ何も予備知識がなかった頃の方がフラットに見れた気がしていて、で服にはまって間もない頃の自分が衝撃を受けたのがカラーやったんですよね。ポップなおもちゃみたいな雰囲気というか質感というか、明らかに他のものとは違って、それをドカーンと大々的に生かしたスタイリングになっております。でパンツは八重香のチノパンを合わせてアウターのビッグシルエットに負けない太さを用意しつつ、インナーの境で柄を入れてロエベのマフラーで柄とさらに季節感を足してっていう風な感じでございます。ちなみにですね、カラーのデザイナーの阿部純一郎さんと堺の阿部千歳さんはご夫婦なので、これはクリエイティブなご夫婦というところでもスタイリングをつないでみております。でカラーはね本当にねそこまでたくさん持ってるわけではないんですけど、商品のアフターケアも最高ですし、本当素晴らしいブランドですよ。はい、ぜひ試していただければと思いつつ、はい、6スタイリングでございました。はい、続きましてカラーの次は堺でございます。堺のドッキングブルゾンと堺のフーディー、そしてビズビームのアイガーサンクションパンツを合わせてみました。堺がね世界に広がったきっかけといっても過言ではない特徴的なドッキングのアウターなんですが、これもアイテム単体が強すぎるんですよね。なのでなかなかスタイリング単位での決め方が難しくて、このスタイリングでは頑張ってそれに取り組んでみました。まずビズビームのアイガーサンクションパンツですね。シンプルなカーゴパンツなんですけど、色味的にバランスが良くて、さらにディテールの作り込みが国内最高峰なので、普遍的なビジュアルでありながら全く打ち負けないという、この辺りが本当に便利で、まずそのベースがありつつ堺のフーディーでつないでいるっていう感じです。堺のアイテムって基本的にモードなものが多いと思うんですが、このフーディーみたいにちょっと俗っぽく着られるアイテムもあるので、堺でありながらカジュアルなこのフーディーを一つ緩衝材としてかましつつ、さらにベースボールキャップを合わせることでカジュアルダウンしてみました。難しいモードのアウターの落とし込みという話ではあったんですが、一つのアイテムとして影響力が大きいのはやっぱりベースボールキャップですね。一つ持っておくとめちゃくちゃ便利です。はい、7着目でございました。はい、続きまして8着目こちら、ザ・榊のスタジャンとヘルスニットのヘンリーネック、そして MSU のバギースウェットを合わせてみました。このアウターはねブランド休止が本当に残念だったザ・榊の名作スタジャンでして、この着物のような作りとバイカラーが最高なんですが、その袖のグレーの色味を拾いながらシルエット的に絶妙に袴っぽさもある MSU のバギースウェットを合わせてみました。でインナーはヘルスニットのヘンリーネックでワンマイルウェアっぽく、そして全体的なカラーリングも同じベクトルに集めて、スタジャンの赤色だけ差し色としてグッと引き立たせつつも全体的に統一感のある感じで組んでみております。でこの榊のスタジャンがですね質感的に分かりにくくしてくれてはいるんですが、実はアイテムの型的に全てスポーツ方向に振っている組み方なので、ちょっと全体的な締めどころも欲しくて、さらに榊のルックでも登場したちょっと悪な感じも表現してみたかったので、メガネでマイキータのレスリンも合わせてグッとインテリア風見も足してみております。そのところで8着目のスタイリングの紹介でございました。はい、続きまして9着目こちらです。ダブレットのセットアップと榊の襦袢をインナーに合わせてみました。これはねちょっと癖のあるセットアップのスタイリングで、
まずこれがダブレットのカオスエンブロイダリーがサイドラインとして入ったセットアップですね。普通にルックを見てかっこいいなと思って買ったんですが、芸能人みたいなセットアップなので割と気張って着ないと浮いてしまうアイテムではありつつ、ボトムスの細さとトップスの緩さのバランスが特徴的なので、スター・ウォーズのジェダイみたいな雰囲気で着たいなと思って、インナーに榊の襦袢をタックインして合わせてみました。で、それだけだと絶対的に若干威厳が足りなかったので、ジャック・デュランのメガネにお力をお借りしてっていう風な感じでございます。やっぱりセットアップに黒縁のメガネは締まっていいですよね。あとジャック・デュランのメガネは特に坂本龍一さんが愛用されていたこともありますが、アーティスティックな雰囲気が出せるので、音楽家なのかはたまた芸術家なのかみたいなね、そんな雰囲気が出ていいなと思っております。はい、そんなところで9着目のスタイリングの紹介でございました。はい、続きまして10着目でございます。コータ具志堅のニットスカジャンとコムデギャルソンシャツ、そしてダブレットのジャージを合わせてみました。これは今季のコータ具志堅のニットスカジャンでして、スカジャンというアイテムをニットで作っている時点でアイテム単体として外せているんですが、それなら逆に普通のスカジャンを合わせるようなノリでスタイリングすればいいバランスに仕上がるかなと思って組んでみました。なのでまずジャージを合わせてみて、スカジャン、ジャージというベースを外すようにインナーに綺麗なシャツを入れてみております。結果スカジャンはニット素材やし、ジャージはものすごいサルエルやしという風な感じで、質のいいコムデギャルソンシャツと素材感でハモったり、アイテムの肩でぶつかったりしながら割といい塩梅に着地したかなと思っております。多分このニットスカジャンを合わせるとするなら、普通は緩めかつ綺麗めに着ていくのがセオリーかつかっこいいとは思うので、ここまでスポーツ寄りに着る発想はあんまりないと思うんですが、構造的には結構面白いんじゃないかなと思ってやってました。続きまして11着目はこちらです。アンユーズドのプルオーバージャケットと巌流のサルエルデニム、そして宮城秀隆のネルシャツを合わせてみました。これは秋コーデでも一つの題材として使いましたが、おしゃれ芸大生コーデですね。あまり見ることのないメルトン素材のプルオーバージャケットを使ったコーデになりまして、頭のキャスケットで色味と素材感、全体のバランスを拾いながらストリートな雰囲気に落とし込みました。キャメル色のウールって結構冬場のいい色味であり素材やと思うんですけど、プルオーバー珍しいですよね。ただね、実際はこのプルオーバーって着脱がめちゃくちゃめんどくさくて、室内に入るとむしろ暑かったり、リアルクローズとは言いづらいんですが、アイテムの型としての珍しさもあって独特な空気感のスタイリングになっています。で、構造の作り方的には鉄板のアメカジコーデをサルエル具合で少し差別化しつつ、そこに目新しいプルオーバージャケットを着て色味を整えたという感じにはなりまして、一日中外を動き回るような日には一つ面白いスタイリングかと思いますので、よろしければご参考までにご活用ください。続きまして堺のトレンチコートを使ったスタイリングになります。このアウターではですね、1スタイリングのみならず2スタイリングいきたいと思いますので、ぜひ続けてご覧いただければと思います。で、まずはヘルスニットのヘンリーネック、そしてソロイストのザジンを合わせてみました。かっこよすぎるアウターなので最初はシンプルな合わせでいっていました。で、シンプルではあるんですが、再構築という点でソロイストのデニムとデザインの要素をつないでみました。ちょっとカメラ的に入ってはいないんですが、このパンツ自体が細くて丈も短いので、重めのトップスに対してボトムスがキュッと軽快になるような V ラインで組んでまして、ロング丈アウターでスタイリングを組む際のセオリーに沿ったような着方をしてみております。あとね、この堺みたいにアウターの丈が長いと割とパンツのデザインが範囲的にも時間的にも見えにくくなるので、単体で凝ったパンツを合わせるといい塩梅でデザインの濃度が調整されるところはあるかもしれません。なのでこのソロイストも単体よりは少し薄めの濃度でスタイリングに収まってくれているような気がいたします。ということで堺のトレンチコートを使った1着目のスタイリングでございました。はい、続けて2着目のスタイリングでございます。こちらではマルジェラのダーティーウォッシュデニムとコムデギャルソンシャツを合わせてみました。さっきのがね、細めのパンツでロング丈と合わせるセオリー系の着方だったんですが、こっちではシルエットの合わせ的には逆で、ちょっとやぼったく太めのパンツを合わせてみております。自分は割と歪んだ性格なので、こっちのバランスの方がかなり好みでして、そしてダーティーウォッシュデニムということで、
パンツはシルエット含めてかなりグランジな雰囲気があるので、インナーのシャツはそれにぶつかるようにかなり綺麗めなコムデ・ギャルソンシャツのフォーエバーラインを合わせました。冬のスタイリングはね、アウター込みで全体を考えることになると思うんですけど、アウターを脱いだ時のワンツーコーデでも外れていると、特にアウターを脱ぐことが怖くないというか、躊躇なくいろんな場に出向いていけると思いますので、もちろんまずは全体でのスタイリングでいいと思うんですが、余裕があればアウターを抜いたマイナス1のスタイリングでも戦闘が可能かどうか考えて組んでみるのもおすすめです。そこまでね、こだわりが強い人もあんまいないかもしれませんが、ご参考までに。ということで、堺のトレンチコートを使ったスタイリング2つの紹介でございました。はい、続きまして14着目。これは1スタイリングのみですが、竜のボンディングコートとクラスのウルトラスエードパンツ、そしてインナーにチャンピオンのリバースウィーブを合わせたスタイリングになっております。これはね、色味的に分かりやすいトーン合わせのスタイリングになりまして、グレーのアウターのインナーにもう少し薄くて素材の異なるグレーのスウェット、そして袖のダウン部分の色味と同一ベクトル上にありそうな、ちょっとないかもしれないですけど、カーキのパンツで、グレーからカーキっていう範囲の色味でトーン合わせで組んでおります。で、トーン合わせだけだと本当に冬って感じの寂しいスタイリングになってしまうので、首元にがっつりロエベのマフラーで色をさしてみております。割とね、ベースのスタイリングもうまいバランスじゃないかなと思ってるんですが、結局こう見ると上質に色味をさせるマフラーの重要度を感じますよね。もう最初の方から何回も登場してますが、このロエベのマフラー非常に優秀かなと思っておりまして、でこの辺りまで揃えないと戦えない冬っていうのはね、やっぱりお金のかかる季節だと思います。そのところで14着目のスタイリングの紹介でございました。はい、続きまして今度はワイルドシングスのモンスターパーカーを使ったスタイリングになります。このアウターでは2スタイリング紹介していきたいと思います。で、1着目はこの感じでございます。WRL のデニムシャツとニードルズのジャージを合わせました。このモンスターパーカーがですね、丈も長くてボリュームもあるアイテムではあるんですが、割と合わせ方によっていろいろなテイストに染まってくれるアイテムでして、1着目は何でしょうね。言うなればネペンテスの呼吸みたいな組み方でスタイリングしてみました。ニードルズのトラックパンツとWRL のデニムシャツというどこか土臭さとスタイリッシュさを感じる日本的なセンスでベースを作りまして、あとこの MASU のストールですね。 MASU は全くネペンテスとは程遠いブランドなんですが、このアイテムは色味や質感ににわかにその呼吸を感じることができて、これがあるのとないのとではネペンテス味が全然変わってきますね。で、全体が結構土臭くカジュアルな仕上がりだからこそ、あえてマイキータのレスリーも合わせていて、本当に感覚的な話ですが、いいアクセントになってくれています。続けてこちら2着目のスタイリングになります。これは大陸のフィッシャーマンシャツとヤエカのチノパンを合わせました。ちょっとのことでさっきとは全然違う雰囲気になりますよね。アイテム自体はこれもワークミリタリー寄りなんですが、全体的な色味を明るめに組んでロエベのマフラーを巻いたら、かなり温かみのある優しいスタイリングになってしまうという、おそらくこっちの方が一般的な合わせ方に近いかなとは思っていて、ネペンテスというよりどちらかというとフリークストア寄りの呼吸ですね。逆に言うとあんまり突き抜けている感じはないかもしれませんが、嫌悪感なく誰にでも受け入れられやすいスタイルかと思いますので、これはこれでおすすめでございます。で、このチノパンは同じく太めのもので代用が効きますし、大陸のフィッシャーマンシャツについてはちゃんと見るとめちゃくちゃかっこいいんですけど、雰囲気的に近しいシャツで全然代用できるので、テイスト的には再現性の高いスタイリングでもあるかなと思っております。ただ一通りこのスタイリング組んでみて何か足りないなと思ったら、それはおそらくマフラーになってくるかなと思いますので、その時は辛いですが課金してください。ということでワイルドシングスのスタイリングでございました。はい、続きましてこちらダブレットのボアジャケットを使ったスタイリングでございます。このアウターでは2スタイリング紹介していきたいと思います。で、1着目まずこちら、これもネペンテスの呼吸を意識して組んでみました。ネペンテスというか、とりわけ宮下隆弘さんのナンバーナイン感を出せないかなと考えながら組んでみたスタイリングで、ソロイストのザジンと宮城秀隆のシャツを合わせてみております。で、このアウターね、ペットボトルのリサイクル素材で作られているので、ボタンがペットボトルになっていたりとか、ダブレットらしい小技が効いてるんですが、このダブレットのアウターみたいなボコッとした生地感で分量もあるアイテムって基本的にそのまま緩く合わせていくスタイリングばっかり思いつくと思うんですけど、
あえてね、それをバチッとムートンジャケットのようなイメージで合わせていくなら、逆に面白いスタイリングになるんじゃないかっていう発想ですね。で、実際このできたスタイリングっていうのはかなり個人的に好きなスタイルになりまして、これも MAC のスカーフに力を借りているところは大きいんですが、アメカジの延長にこうやってボヤジャケットっていうアイテムを添えてみるのも意外と綺麗にはまってくれるぞっていうようなスタイリングの紹介でございました。ということでダブレットのボアジャケットを使った1着目のスタイリングでございました。はい、続きまして2着目のスタイリングになります。カンゴールのボアパンツと MSU のキャンディーツイードジップアップフーディー、そしてヘルスニットを合わせています。これはね、緩く合わせていく方向で組んだスタイリングなんですが、緩く合わせるっていうのもシルエットだけの話じゃなくて、本気でワンマイルウェアにしてしまおうと振り切ったスタイリングです。ボアパンツとヘルスニットでそこに羽織るでもよかったんですが、実験的に MSU のキャンディーツイードも刺してみました。ちょっと伝わりにくいかもしれないんですけど、ツイードの質感が可愛くて、ボアとはまた異なる質感で面白い色味を足すことができて、さらにところどころスパンコールが光ったりするので、このポップなアウターと化学反応が起きるかなという感じで合わせてみました。で、丈がめちゃくちゃ短いので、もはやつけフーディーみたいな感じになってるんですが、このブルーのボアジャケットとグリーンのパーカー、これ何の色味か分かります？モンスターズインクなんですよね。はい。これを入れることによって、一人モンスターズインクが完成する。だからなんやねんという感じではあるんですが、そんなスタイリングでございました。はい、続きまして、フミトガン流のダッフルコートを使ったスタイリングでございます。このアウターでは、スタイリングを2つご紹介していきたいと思います。で、1着目はこの感じです。クリスチャン・ダダのニットと MSU のネバーランドバギースウェットを合わせてみました。これは色味とシルエットの2軸で組んでいるスタイリングで、色味的にはグレーベースにニットで赤色を強く1点刺しているという感じですね。で、シルエットはアウター、ニット、パンツ、どのアイテムも実は全てオーバーシルエットになっていまして、縦長なので気づきにくいんですが、全体的な生地分量はものすごいスタイリングになっています。で、ダッフルコートの上質な雰囲気をオーバーサイズのニットとバギースウェットで外しに行くという構造のスタイリングになっています。ただこれちょっと面白いのが、アイテムの数的にはニットとパンツがゴリゴリにカジュアルで、コートがモードなのでモード1、カジュアル2のカジュアル優勢のはずなんですね。やけどアウターの分量がこれだけ多いと、個人的な感覚ではまだモードの方がスタイリング全体として勝ってる気がするんですよね。なのでそのあたりのバランス感っていうのも考えさせてくれる面白いスタイリングでございました。はい、続けて2着目のスタイリングになります。このフミト顔流が裏地のボンディングなども含めて顔流さんらしいストリートのエッセンスも効いたアイテムではあるんですが、やっぱりどう見てもモードな表情のアウターになりまして、さっきがベーススタイリングを相当カジュアルに振ったコーデだったので、それよりはちょっと綺麗めに組もうということで、コムデギャルソンシャツと MSU のギャラクシージーンズを合わせました。ギャルソンシャツは異論の余地なく綺麗なアイテムだと思うんですが、ギャラクシージーンズはちょっとどう定義するか微妙で、デニムなんですけど、もはやジュエリーみたいなアイテムなんですよね。なので普通のデニムとは比べ物にならないぐらい、視覚的にもアイテムのベクトル的にも綺麗めなアイテムかとは思っていまして、それをこのアウターの丈と生地分量で隠しながらチラ見せさせるという感じですね。雑誌とか読んでるとたまに出てくる、なんか高そうだなと思って本当に高いタイプの上質系スタイリングがあるじゃないですか。完全にあれですね。はい。アイテムのところどころにはストリートなノリは感じつつも、全てのアイテムを抜け目なく仕上げきって全体として上質な感じのあれですね。で、ロエベのマフラーまで含めてできる限りを尽くしためちゃくちゃ豪華なスタイリングではありまして、再現性の低いスタイリングにはなりますが、ご参考までに。はい、続きまして21着目でございます。MS のコズモジップアップコートを使ったスタイリングになります。リック・オーエンスのマストドンカーゴとジュリアン・デイビッドのチェックシャツを合わせてみました。これめちゃくちゃお気に入りのコートで、生地に織り込まれたスパンコールがバチバチに光ってくれるので、あえてインナーとパンツはなるべく色味を抑えた暗めの組み方で合わせてみました。で、その時にこのリックのマストドンがかなりミソで、アイテム自体は黒の中でもとりわけ深い完全な黒なんですが、ジップ部分が鈍くラギットにギラついてくれるんですよね。これがめちゃくちゃかっこよくて、このアウターとも相性よくハマってくれます。で、インナーはそれこそね、
ポップコーンスウェットでも良かったんですが、アウターを脱いだ時のワンツーコーデでの決まり具合も考えて、あえてジュリアン・デイビッドで合わせてみております。で、これだけ花のあるスタイリングでも、どうしても色味は暗くて寒めになってしまうので、ロエベのマフラーを差し込むという感じですね。なくても悪くはないけど、あるとかなり世界が変わる。本当に冬の1ヶ月コーデで何度も登場しましたが、必須のアイテムなんじゃないかなと思っております。はい、そんなところで、コズモジップアップコートを使ったスタイリングでございました。はい、ここまでで21スタイリングは紹介が終わったんですが、最後おまけとして、大学の頃から社会人になってすぐぐらいに気に入っていたスタイリングを一つご紹介させていただきます。ジュリアン・デイビッドのシャツはさっきと共通で10年以上愛用しているラットミュージシャンの持つコートとニードルズのトラックパンツを合わせたスタイリングですね。もうこのコートに至っては使いすぎて日焼けも当たりも出まくっているんですが、シンサレートのライナーが入っているのでめちゃくちゃ暖かくて丈感を含めてすごい使いやすいんですよね。で、当時のセンスで気に入っていた着こなしがこれです。今の好みやともう少しモツの丈が欲しかったり、全体的な色味が気持ち少しばらけている気もしたりしますが、かつて自分が好んでいたアイテムとかスタイリングを全部捨てちゃうのはもったいない気がしていて、言いながら自分の場合丸い系のアイテムから入った過去は捨ててしまったんですが、当時のスタイリングを思い出しながら現在地を考えてみるのは結構面白いのでおすすめです。昔買った服と昔欲しかった服、今持っている服と今欲しい服、自分の場合あんまり服を売らないんでクローゼットの中には思い出が詰まっていて、今の気分でもう一度着れるかなとか思い出したくてちょっと微妙かもと思いながらたまに着たりしてます。多分その時は本当にダサいかもしれなくて、昔のセンスまで全て肯定するのってめちゃくちゃ難しいんですけど、なんか発見があるかもしれないのでぜひ試してみてください。はい、いかがでしたでしょうか。そんなところで冬の1ヶ月コーデの紹介でございました。このような形でですね、春、夏、秋、そして今回の冬と全て4シーズン紹介しておりますので、もし今回気に入ったっていう方いらっしゃればぜひそちらもねご覧いただけますと幸いです。そんなところでご視聴くださり誠にありがとうございました。